毎度さんです。拓江丸の船長与永です。いつもご覧いただきありがとうございます。さて、視聴者の皆さんは北海道の毛ガニ漁についてどのくらいご存知でしょうか。漁師や関係者じゃないとほぼわからないと思います。今回の動画では消費者さんでもある視聴者の皆さんに分かりやすく解説してみたいと思います。まず北海道の毛ガニカゴ漁は北海道知事の許可が必要で、許可の持つ漁業者しか漁を行えません。毛ガニを取る海域は8つに区分されていて、それぞれの海域ごとに操業期間や操業隻数、使用する漁具の数などが許可の条件として定められています。そして各海域ごとの許容漁獲量、通称タック、北海道や漁業協議会などによる取り決めに従って漁期前に漁協別で配分されます。そして毛ガニ漁師の稼ぎを左右するこのタックは、毛ガニ漁期終了後、特別採捕許可証が北海道から発行され、水産試験場が主体となって毛ガニの資源量調査が実施されます。今回はその資源量調査の様子を撮影してきました。この調査は漁具の回収が終わった毛ガニカゴ漁の海域で行われ、決められた調査点に調査用のカゴを50個仕掛けます。通常の毛ガニ漁では使用できない網目合いの細かいカゴを使ってサンプルとなる毛ガニを採捕。使用した餌も報告義務なので、漁具の位置や水深なども一緒に漁師に記入して報告。この調査が各海域で行われています。いや、それでないわ。あんかちゃうわ。これ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 ボンテージがつくやつだぞ。この調査カゴは仕掛けた翌日に回収するのが原則として決まっていて、確実になぎそうな2日間を選んで実施。潮回りを無視しなきゃダメな時もあって、採捕状況に影響が出る年もあり、翌年のタックに大きく響くことも。ここマックス置き？いや、一番岡。さあ、ということで場所に到着したので、9カ所ある調査点にカゴを設置していきます。ロープを遠縄しながらカゴを結んでいく。こっちの漁師はスケバイとかって言うんだけど、アンカーも毛ガニカゴ漁より小さくて軽いものを使います。はじめやがっていけよ。はい、こうやってね、ロープの本数も少ないので、サイドドラムにかけて逆回転させながら進みます。いいね、こののしが2本あるっていうのが異質だよな。確かに。規定数の50個をロープに結んだら、タックをたくさんもらえるように祈りを込めて、反対側のアンカーを海へと投入します。調査のカゴは本格的な漁ではないので、手で軽く押さえてさっとロープが張れば OK。 あとは目印の浮きを海へと投入して作業終了。明日カゴを引き上げに行きたいと思います。やれやれやれ。はい、それでは次の日です。昨日入れたカゴをね、引き上げに行ってみたいと思います。はい、今日はね、稚内水産試験場の人も一緒に乗船していきます。
それでは全員揃ったので昨日仕掛けた調査カゴへと向かいます。沖で何かしらのトラブルがあってもいいように調査は2隻体制で行います。調査カゴの回収は港から一番遠いポイントからスタート。年々下がり続けるタック、来年こそは横ばい、できれば少しでも増産をと願いを込めて浮きを回収します。許容漁獲量が少なくなれば毛ガニの販売価格にも影響、消費者の皆さんにも関わる問題となってしまい、できることなら少しでも安く美味しい毛ガニをお届けするため、ここは去年同様以上の成果が欲しいところ、期待を胸に作業を進めます。おお、入ってっけよ。どら待て片ガニとワカで分けるんだべ。はい、どら分けてやるから。ほら試験場好きなやつ、ほらもう何枚だよ。21かカニいるな、これな。これこっち片ガニな。はい、すげえメスいる。あんまり色っぺのいいカニじゃねえな餌山だはい、カッパ来てくれてやカッパ切る仕事する。ったくもう。はい、ということで一応準備していたカッパを着て戻ってきました。ここの第一調査点は通常の毛ガニ漁でもめったに操業しない場所なんですが、片ガニの大きなオスや卵を抱えたメスなど意外とたくさんの毛ガニを見ることができました。お、すげえ。おボタンヘビ入ったぞおい。いるんだなやっぱここな。おお、ボタンヘビおーろでっけえな。うわー、ほら最高素材だ。おお、こうやってこえばな。終わりが。さあ、ということで第一調査点が終了。試験場の研究員さんたちは片ガニと若ガニそれぞれ50匹分の甲羅のサイズを計測、あとは何匹いたか数えていきます。メス結構いるぞ。初めてでこんな入ったの。おお、初めてだな。メスは卵のあるなしやふんどしを確認して交尾をしているかチェックします。漁師の体感的に沖合の水深が深いところにメスが多くいるイメージで、今回は多くのメスが確認できました。さあ、続いて第2調査点。丘に近づくほど毛ガニも多くなるので期待が高まります。オスだよ。昨日そうやどうだった？全然入ってない。タラがいっぱい入って。タラ神ダメなんだな、したらな。多分ソヤ入れた日なら余計潮早かったんじゃないか。はい、ということで近隣の漁協でも前日に調査があったのですが、結果はあまり良くなかったみたいで不穏な空気に。うわー、しっとメスいる。若に105。おお、ちっちゃいのいるっけよ。未来の資源となるメスや若ガニ、小さいサイズの毛ガニも見えてはいるのですが、こればかりは漁師がタッグを決めれるわけではないので、調査結果を信じて待つ以外にありません。我が311。
いい感じ。うわおお、やっぱりお菓子代いいなこれな。何匹いった？肩あと1匹。なるべくちっちゃいのかけてくれ。16ですね。じゃああとこれ数えればいいな。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、24。あとこれそっちの投げれ。投げていいの？それでは調査点345を編集の都合上ダイジェストでお送りします。なんか怪しい取り方だもんな。まだまだだな。いいねいいね。ちっちゃいのばっかり入れるべ。ちっちゃいのなるべくちっちゃいの入れるべ。カニの数増えてきたから後から計測だこれ。これ満杯になるわ。ちっちゃいの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 。ほらいいいいね。あ、知ってわがめだ。後で数えるからなこれ。数えるんだぞ。間に合うわ。これで全ての調査が終了。一番毛ガニの多かった第4調査点のカニを数えてみます。34、35、36。これ36。これ36。36と55。肩。何本だった？これ19。63。が若ね。若63。すげえな若よ。多いですね。若すごいね。すごい。初めてじゃない若こんなに入ったの。今年若一番多いんじゃないか。今まで若こんな入ったことねえよ。いいですね。おお、すげえすげえ。びっくりだ。これで2025年度毛ガニカゴ漁後の4月に実施した資源量調査が無事終了。未来の資源となる小さいサイズのカニや若、そしてメスの姿も多く確認できました。ですが期待していた翌年の許容漁獲量はオホーツク海域全体で前年比302トン減、去年と比べ4割減となり史上最低水準となってしまいました。毛ガニ
タック4割減の報告を受け、毛ガニを扱う市場関係者さんや飲食店さんなどにお話を伺ってきました。わかりました。はい。まずは札幌中央卸売市場で海産物を扱う極うま本舗の辻さんに案内していただきました。初めてです。初めてです。はい。いや、なかなか来る機会ないですからね。すごいな。こんなでかいんだ。これ問いとか。そうですね。マグロも6時からなんで。はいはいはい。そうなんだ。マグロです。関係だけ。はい。で、ここがマルセイさんの店舗。今日はこれだけです。あ、そうなんだ。ズワイ、毛ガニさん、金締さんのセリバー。なるほど。はい。こっちはタラバと、毛ガニ、金締さんの方が毎日は並んでます。それこそ今回取材しようと思ってたそのオホーツクの毛ガニもノルマが半分になっちゃって、ってことは全体的に流れてくる量、半分になるじゃないですか。カニの値段もこっちに出てくるカニに対してつく値段がすごい。まあそうですよね、結局は。でこれからタラバやって毛ガニやってって感じですか。はい、やるんで。1番と2番だけ。あ、やっぱそうなんだ。これでも少ない方なんですか。いや、全然少ないです。競りが終わったばかりの毛ガニたち、撮影したのが7月後半なので産地は太平洋方面かな。少し小ぶりですが美味しそうなタラバガニもたくさん競りにかけられていました。はい。めっちゃいいボタン。これどこですか。これはラウスですね。ラウス。とはいえでも終盤というか、そうですね。終盤に向かう感じ。はい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 。その他にもカジカやホッケ、松ぶなど北海道らしい食材がたくさん並んでいました。これは珍しいタコトング、タコのくちばしです。うわ、すごい。札幌中央卸売市場で水産仲卸を営むアビコ水産株式会社さんで撮影をさせていただきました。漁されてるけど、実際ユーザーさん側とかどうなってるかっていうのをちょっと取材しに来ましたっていう。今回はそういう。俺ら撮って終わりだからやっぱりその先見たい人が結構いて、まあそうでしょうね。見てくれてる人はでも消費者さんだから、はい。撮ってるばっかりじゃなくて、じゃあこの漁師撮ったのはどこ行ったら食べれるのみたいなのを知りたくて。今そういうのをね張り切ってやってる人方がいて、漁師さんがこう気使って取ったものがあるじゃないですか。もうちゃんとした料理作る人の手元に届いて感想、フィードバックをもらって、じゃあもうちょっとこういう風に扱いますね、こうやって締めますねとかっていうことを取り組んでる人方が結構多いんですよ。あ、そうなんだ。そう今後そうなってくんじゃないですかね、結局は。それじゃないとそう漁師生き残っていけないと思うんで。そうなんです。すごい頑張ってる漁師さんとかは、その差別化を図るためにもコラボじゃないけど仕事してやってる方はいますね。これが原上一番。はいはいはい。すごい、めちゃくちゃいい。こんな感じだった。今日なんてもうめちゃくちゃガランとしてます。これでガランとしてるんだ。これはガランとしてる。だから10月とかに来るとまた面白いかもしれないです。活気がやっぱ違いますよね。あ、そうなんだ。20日前後ぐらいってことですよね。そして札幌中央卸売市場は一般見学のスペースもあるので、競りや魚に興味のある方はぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。今回ご対応いただいた極うま本舗さん、アビコ水産株式会社さん、本当にありがとうございました。この動画が好評だったらまたぜひ伺わせてください。続きまして飲食店さんにお話を伺うべく、札幌市中央区南三条西3丁目サンスリービルの2階にある人気店
酒場それでもやっぱりさんでお話を聞いてきました。オリジナリティあふれる安くて美味しい料理の中から気になるメニューを頼みます。じゃあちょっとこの人気のおまかせ刺し盛りお願いします。旬な魚をほぼ毎日札幌中央卸売市場から仕入れているというオーナーの谷口さん。この日も刺し盛りに使う素晴らしい魚の数々、値段の高騰する毛ガニは使っているのか聞いてみました。普段毛ガニなんて使います？なんか宴会とかでは結構使ってました。むき身にして小鉢で、周年の時は40杯40杯で、うわー気が遠くなる。全部剥いて1杯2000円ぐらいで。じゃあやっぱ毛ガニは使う。そうですね、カニ、あとズワイはずっと使ってました。明日の団体予約でちょうど毛ガニを入荷していたらしく、特別に提供していただきました。湯気あるのとないのでやっぱりね。確かに尋常じゃないぐらい熱いけど3月が時期なんですか？こんな感じですか？おー素晴らしい。こんな感じでお店でいただける。はい。何月がいいですか？いや、3月じゃないですか。はいどうぞ。ありがとうございます。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うまっ。しびれますね。うまっ。うまっ。いやうまいよね。どう考えても色いいもん。一番いいとこだけ残して。うん。間違いない。間違いない。うまっ。あと他になんかおすすめがあれば。アジフライがアジフライ一番売りなんで。ありますか？はい、あります。結構1分ぐらいですぐ上がるんで。そうなんだ。今年間4000食くらいが。すごい。4000。はい。うわうまそう。味は何？どこの味とか決めてるわけじゃなく？一応もうその時に肩のいい頼んだら絶対いいもん持ってきてくれるんですよ。油ってやつをやっぱお願いしてる。うまっ。間違いない間違いない本当においしい。これ食べに来るだけでも価値あるもんね。間違いない。他にも相変わらずやそれでもやっぱり酒と女など4店舗展開しているので、気になるお店に伺ってみてはいかがでしょうか。谷口オーナーごちそうさまでした。そして最後は札幌すすきのにある寿司渡辺さん。突然の撮影交渉にもかかわらず猿払の毛ガニを使っていただいている渡辺大将に快諾いただき、お話を聞くことができました。今年の毛ガニノルマが去年のまた半分になりまして、ってことは流氷明けのオホーツクの毛ガニが全体でノルマ半分なんで、流通量も結局半分になっちゃうじゃないですか。飲食店さんとか小売店さんがもう商売できる金額になるのかどうかが漁師まで不安になっちゃうぐらい。漁師さんたち農家さんたちと原料高騰とかしててすごい大変なところあるけど、なんだかんだ言って僕らはね生産者さんたちにいやだって俺らだって取ってるばっかりでね、使ってくれる人いなかったら商売にならないし、ここはやっぱり持ちつつはい、これ YouTube 出しても大丈夫ですか？大丈夫です。これもね北海道の商売です。夜市でも取れるのにいらっしゃいませー。うまっ。カニ美味しいよね、やっぱうちのシャリともすごい相性がいい。年中使うじゃないですか。いろんなエリアに使うじゃないですか。やっぱり違いがものすごくあるんですよ、やっぱり。あ、そうなんだ。はい、漬け。最
ハルツンってどんなんですか？めっちゃいいですか。あ、そうなんですね。で唯一サルフスだけですよ、僕湯がいてもらってるの。後のやつそうなんだ。全部生で買ってうちで茹でてる。へえ。次ニシン、筋目して寝かしたニシン。上は香味野菜醤油漬けです。はい。ね、やっぱり美味しい。蒸し煮ってもう水と本当に昆布と醤油だけなんですよ。へえ。一緒にこう蒸し上げて。うわ、すっごい。素晴らしい。うわ、心の声が。はいよ。温度感うまいわ。ここまでご覧いただいた視聴者の皆様、本当にありがとうございました。今年は少ないタッグですが、毛ガニ漁頑張りたいと思います。貴重なお話をありがとうございました。とんでもございません。ありがとうございます。